YouTube とか X の縦動画で気づいたら1時間2時間と経っていることありませんか？しかも後から思い返すとほとんど記憶に残ってない。僕はね、あります。ということで皆さんこんにちは、山カフェです。今日はですね、僕が縦動画とか、それから SNS から距離を取るためにしていることがあるんですけど、そちらをね、いくつかご紹介していきたいと思います。いやいやね、僕も私ももっといい案があるよと、アイデアがあるよという人いたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。ということで、早速行ってみましょう。まず最初はですね、これです。はい。iPod Classic を、導入して、音楽関係は基本的にこいつにお任せしております。とはいえね、僕は音楽系のサブスクは Apple Music を一応契約しているわけです。で、この Apple Music について言うと、作業系 BGM を流したり、それからラジオでかかった音楽とか、他の媒体でね、いいなと思った音楽をチェックするときに使っているというわけですね。で、気に入った CD とかレコードを購入するというわけです。で、購入したものを Apple Music へ取り込んで、このね、iPod Classic に取り込んで聞くわけです。これがね、いいんですよね。で、結局ね、スマホを触った瞬間に、本当にやらなきゃいけないタスク以外をしたりね、縦動画を見たりとか、いろいろ不都合が僕は出てるわけですよ。なので音楽についてはスマホから分離しています。ただ流れていくように、この音楽を消費するんではなくて、本当に好きな音楽についてはちゃんと時間とお金を使いたいわけですね。とはいえ、新しい音楽との出会いっていうとサブスクが圧倒的に便利です。便利だからこそ、好きな音楽、好きなアーティストについてはそこに全部預けないで、所有していきたいという思いがあるわけですね。で、そして次がですね、読書なんですけど、最近僕は物理本を結構基本的に購入しているわけですね。時と場合によっては、Kindle で買ったり、なんなら Kindle と物理本の両方を買う時もあります。基本的に僕は本は好きなので、通勤電車の中は、なるべく本を読むようにしているわけですね。で、本の種類は様々なんですけど、新書だったりね、雑誌だったり、それから小説だったりします。本屋さんに行って気になったものがあったりとか、それから、チャンネル登録している YouTuber がおすすめしていたりするものがあったときは、基本的に読むようにしています。でもちろんね、やっぱり、当たり外れはあるわけで、これちょっとあれかなって本もあるんですけど、それでも本っていうのはね、いろんな世界を見せてくれて、僕のやっぱ引き出しを増やしてくれるんですよね。で、文庫本だったら、通勤電車の中でもね、立ったまま読めますし、なんならポケットの中に入れて入ってしまうから、いつでもどこでも読めるわけですよね。それから小説なんかだと、ハラハラドキドキとかね、続きが読みたいってなってくると、正直スマホを触るよりも、この本を読みたいっていう衝動が強くなるので、これは完全に脱スマホなわけです。本をベースにイマジネーション全開で楽しい世界に入っていくみたいな、そんな感じなんですよね。スマホを見ている時間って記憶に残らないこと多くないですか？ただね、本っていうのは読んだ時間ごと記憶に残る感じしません？なので僕は、最近またね、読書を復活させているわけですよね。で、読んだ本の感想なんかは、Twitter、X とかね、でも、投稿しているので、よかったら、チェックしてみてください。それから、どんな本を読んでるのとか、読書に便利なアイテムもいくつかあったりするんですけど、要望があったら今度紹介します。次がですね、こちらですね。はい。ノートになります。物理的なノートですね。このノートというものはですね、頭の中のモヤモヤとか、それから散らかりた感じを、外に出すことができるわけですよね。で、日々いろんなことを考えるじゃないですか。不安なこととか、それからアイディアとか、あれどうしようかなとか、それから怒ったこととか、いろんなことあるわけですけど、
そういった感情とかアイデアをアウトプットするための道具がノートになってます。で、ノートはね、いくつか種類使ってるんですけども、まずね、このモレスキンとロイヒトトゥルムは、これはもう僕の日々の記録用として使ってます。そして、ロールバーンと、モレスキンのポケットサイズか。これも、メモ用途として使っているわけですね。で、このノートたちはね、本当ね、文章を書いたり、絵描いたり、いろんなことを、とりあえず何を書かなきゃいけないとか、何を書いちゃいけないっていう制限なしに、とりあえず何でも書くようにしているわけですね。ノートを持ち歩くことでね、自分の脳内を一旦アウトプットするわけですよ。で、こうすると思考の整理にもなるしね、後から見返すことで、このアイデアとかをね、さらに熟成させるとか、没にするよとか、いろいろと使い回しができるわけですよね。これやるだけでね、頭の中で考え続けなくていいということもあるわけですよ。で、一方でよく結構聞かれるのが、Mac とかね、iPad とかスマホのメモじゃダメなのっていうのをよく聞かれます。で、僕個人的にはなんですけど、手書きできるということが、大事だし重要だと思っているので、基本はアナログなノートをベースに書くようにしていますね。で、もちろん僕はね、e インクタブレットも使っているんで、それでもいいんですけど、散らかったものを全部出したい場合ね、書き散らしたい場合っていうのは最終的にね、紙を広げて俯瞰するってことができるので、紙の方がいいなと思ってます。なので、A4 コピー用紙を束ねたものも、実は持ち歩いてたりするわけですね。はい。これは本当ね、もう、書き散らしてます。本当に。これは見せられないんですけども、書き散らしています。で、しかもですよ、この A4 コピー用紙だったら、紙のコストもかなり抑えられるので、コスト関係なくはないけどね、どんどん書き出すことができるっていうメリットもあります。気になったら書く。暇なら書く。読み返すみたいな。これでね、全部の悩みが解決するかというと、そういうわけでもないんですけども、頭の中で考えていることを一回外に出せるので、整理しやすくなるよねと思っているわけですよね。とは言ってもですよ。僕はこうやって YouTube 活動しているので、絶対に SNS を見ないよとかっていうことはできないしね。見るわけですよ。見るし、縦動画を見ちゃうってこともあるんですけども、とはいえね、極力時間を費やさないようにするということです。ということで僕がやってるね、SNS との距離の取り方なんですけども、皆さんもね、これやってるよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。時間の使い方、皆さんね、アイデアを共有できたらいいなと思います。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。